今回はですね、新宿で野菜を食べまくりながら、今はお盆休み、愛知県ではお盆っていうのは8月のイメージなんですけど、なんか静岡から、関東に向けての方向は7月らしいですね。なのでちょっと時期外れなのかもしれないんですけども、うちが体験した怪談的なものを喋ってみようかなと思います。はい、ストマックパトロールの原由香です。ではですね、早速このお茄子を食べながら喋っていこうと思うんですけども、まずですね、一番印象的だったお話は何歳の頃だったかな、多分20歳ぐらい、まだ岡崎に住んでた時なんですけど、家族で住んでて、一応おばあちゃんも生きてて、で家族構成としては父、母、弟、妹、おばあちゃん、自分の6人だったんですけど、特に今回話に出てくるのはおばあちゃんですね。はい、まずですね、うちのおばあちゃん、祖母松江はですね、すごく一般的なおばあちゃん像とはかけ離れたバリバリの仕事人間で、家にほとんどいない。そしてですね、仕事人間っていうとあんまりなんか男の人っぽいような感じを受けるかもしれないんですけど、うちのおばあちゃんはもう化粧品が大好き、洋服が大好きで、仕事もお洋服を直すお仕事をしてまして、舞台衣装から普通の高級ブランド品のスーツとか、そういうなんかちょっと難しそうな洋服のお直しをしてたんですけど、でそういう仕事人間で、身なりに気を使っている人なんで、家事とかお家のこととかはあんまり得意じゃなかったんですね。であとは昔の人というか、おばあちゃんの年代、昭和の一桁台に生まれてる人には珍しくなんていうんですか、冠婚葬祭をあんまり重要視してないようなおばあちゃんでした。割と今生きてればね、普通にそんなに違和感ないと思うんですけど、その当時は多分すごい浮いてたと思います。自分が生まれる前とか特にね。でそんなおばあちゃんなんで、お盆にお参りに行かないんですよ。でおじいちゃんは私が生まれる前にもお亡くなりになってて、でどうやら多分父が小6ぐらいの時に亡くなってるんで、お母さんも会ったことないんですよ。でおじいちゃん誰も知らないんですけど、で唯一知ってるおばあちゃんもお父さんもそういうお墓とかお参りに行かないタイプの人だったんで、お盆のちょっと前ぐらいにですね、おばあちゃんが、朝寝てたらすごい咳き込んでるんですよ。で何咳き込んでるんだろうと思っておばあちゃんが寝てる部屋見たらですね、おばあちゃんの鼻をつまんでいる30代ぐらいの男の人がいて、何この人、どっから入ったっていうか、なんでおるみたいな感じになって、でもなんか声かけちゃいけない気がしたんですよ。っていうか、普通に不法侵入者だとしたら気づかれたらやばいじゃないですか。なんでもうなんか黙って、なんか 見なかったことにしようみたいな感じで通過してたんですよ。で変なのって思ったら、その次の日もおばあちゃんがなんかみたいな感じになってて、どうしたと思ったら、
またなんかニヤニヤしながら昨日のおじさんがおばあちゃんの鼻かなんかをつまんでるんですよ。で、なんだこれ怖っとか思いながらも、ちょっと、やばそうだから、ほっとこうと思ってほっといたんですよね。で、お盆だしおばあちゃんになんか知らんけどお墓参り行った方がいいんじゃないみたいなことを言ったんですよ。そしたら、いや私忙しいからさちょっと行けないんだよねみたいなことを言い返されちゃって、いつも通りのことだったんで特にそうだよねみたいな感じで自分も普通に生きてたんですよ。そしたら今度またね、その次の日もなんかこう寝てるおばあちゃんにちょっかいを出す謎のおじさんがいて、って思ってたんですよ。そしたらある日自分が仕事から帰ってきたらおばあちゃんがなんかのついでにお墓を参ってきたわって言ったんですよ。そうなんだ、よかったと思って、あんまりさ自分と接点がないっていうか、接点はあるんだろうけど血筋的な意味ではあると思うんですけど、おばあちゃんみたいにねこう おじいちゃんにこう会ったことがある人っていうのはもう少ないわけですよ。でやっぱり自分のことをリアルに知ってる人が来た方が嬉しいんじゃないかなと思ったんですよね。で自分は行ってないんですけど、本当は行った方がいいんだろうけどね。でそんなわけでおばあちゃんがお墓参り行ってきたわって言った次の日かその次の日ぐらいちょうどねお盆が終わってきゅうりとナスのなんか乗り物に乗って帰っていくって言われてるような時期にお風呂から出てきて髪の毛乾かそうと思ってテレビのあるリビングに行ったんですよ。でちょうどその時父親が右側テレビがあって右側の方に座ってて、でなんかニュースかなんか見てたんですよ。で別に私はスポーツニュースも何にも興味ないからとにかく髪の毛を乾かそうと思ってこうタオルで髪の毛拭いたんですけど、そしたらいつもおばあちゃん左側に座ってるんですけど、おばあちゃんの座ってる席にずっとおばあちゃんの鼻とかをつまんだりなんか毎朝ちょっかいをかけてたおじさんがすごいニコニコしながらテレビ見てるんですよ。ポンって出てきて、なんでここにおるみたいな感じでまたすごい動揺したんですけど、夜出てくることがなかったんで一体なんだろうと思いつつガチで本当に透けてるとかじゃなくて本当に見えてて本当にそこに人いるんですよ。だからなんでおとん気づいてないの何このおじさんと思って、友達とか思って、その割になんか仕方じゃないけどなんか無視してないみたいな感じになって、なんだこれって思ったんですよ。そしたらすごいなんかガッハッハみたいな感じで笑った後にポンって消えていなくなったみたいな、なんかそれで終始ねちょっかいを出したりニコニコしてるんで、別におじいちゃんは恨みがあって来てるわけではなく、もう本当に遊びに来てたんだなと思うんですけど、あとねおばあちゃんはどうやらおじいちゃんとあんまり仲が良くなかったみたいなことずっと言ってたんですよ、私がちっちゃい頃から。なんか人は本当に神経質であれが嫌だこれが嫌だって言われたみたいなことを言ってて、おばあちゃんとおじいちゃんあんま仲は良くなかったんだなと思ったんですよ。なんですけど実はおじいちゃんの方はわりかしおばあちゃんのこと好きだったんじゃないかなってその時に思いましたね。でおばあちゃんがすごく若くて20歳ぐらいで多分おじいちゃんちょっと年上だったんですよね。なんかちょっとそのコミュニケーションの取り方間違っちゃったんかなと思いましたけど、でもなんか意外とおじいちゃんとおばあちゃんは実は仲が良かったんじゃないかなっていう、そういうちょっとした話でした。はい。であと
そうですね、これが本当に何日間か連続してて、1週間ぐらいで解決じゃないけど、お帰りになったっていう話なんですけど、あとは高校生の時に専門学校の学費を稼ごうと思って、学費稼げれないけど、時給700円とか800円ぐらいのなんか病院の掃除のバイトしてたんですよ。学校にちゃんと許可も取って、で今日も一日疲れたなって言って掃除道具を担ぎながら事務所、なんていうんですかね、掃除のおばちゃんたちが集まるところがあったんですけど、そこに帰ろうとした時に大変そうだね、持ってあげようかみたいな、なんか若い男の人の声で言われて、で振り向いた、その声のする方に振り向いて、なんか振り向きながらすみません、私バイトなんでこれ仕事なんで大丈夫ですみたいなこと言ったら、あれいなかったんですね、誰も。であれいないと思って、でもなんかそのイメージっていうの、その人のなんかイメージがなんかわかるっていうか、なんか伝わってきて、でその後見たらお亡くなりになった方がうちの掃除道具を持ってくれようとしてたっていう、そういう経験が1回だけあります。なんかね、うちは基本的にあんま怖いお化けというお化けじゃないな、元体の中にいた人なんですかね。でもあんま怖い目に遭ったことはなくて、基本的に優しい人ばっかりですね。なのでそれが一番印象に残ってる、その自分が体験した心霊体験っていうのは分かんないけど、そんな感じです。あとはパッドでパッドっていうちょっとふざけてるユニットっていうんですかね、ちはやおさんとキーコクッキーさんと私と、あといろいろメンバーチェンジがあったりするんですけど、なんか2007年ぐらいになんか合宿みたいな感じでみんなで群馬かどっか行ったんですよ。でその時に撮った写真があるんですけど、私の左足が写ってなかったんです。スカートロリータファッションのすごいヒラヒラした服着てるんで、レースとかめちゃくちゃあって、透けてたらめんどくさいんですよ。もしフォトショーとかで加工するんだとしたらむちゃくちゃめんどくさいんですよ。足だけ消すのって、そのレースの穴から足見えてますから、その足見えないようにするとか、あとはカバンのねストラップだけ残すとか、残すんじゃなくて向こう側に見えてるものが映ってるから足が消えてる。だから本当は映ってないはずのカバンのストラップが映ってる。だから写真2枚撮らなきゃいけないし、角度とかも合わせなきゃいけないし、フォトショーで加工するんだとしてもむちゃくちゃ手間かかるんですよ。で当時私はフォトショー持ってなかったし、現在に至ってもそういう加工をする技術は持ってないんですね。でその撮った当時はもう全然何にも気にしてなくて、足が消えてることを気づいてなかったんですよ。あまりにもそんなこと起こるわけないと思ってて、何にも誰も気づかなくて、メンバーの誰も。で2年後か3年後ぐらいに久しぶりにパッドで集まろうかみたいな話した時に、そういえば合宿行ったねって言って楽しかったねみたいな、じゃあちょっと写真あの時のやつ見直してみるよって言って見たら自分の足がなかったんですよ。左足がなかったんでと思って、やべえってなったんですけど、いやーもう何だったんですかね、あれ一応デジタルカメラなんでデジタル的な処理落ちとかそういう説もあるんですけど、加工は一切してなくてそのままのデータです。だから撮った時のままだから、そんな都合よく処理落ちするのかもわかんないですけど、
まあ奇跡の一枚ですね。どういう意味の奇跡かわかんないけど、特にその前後で左足になんか異常があったとか骨折したとか、そういうのも全然なくて別に元気でしたね。だからなんで消えてたのかもわかんないし、これ何の仕業なのかもわかんないから、その階段的な話に入れていいのかもちょっとわかんないんですけど、とにかく綺麗に左足が消えた写真が撮れてたっていうのが印象的でした。はい、こんな感じで、私の、印象に残っている心霊話、お階段巡りみたいな、そういう話でした。はい、皆さんもねきっと何回かそういうことあるっていう方もしょっちゅうあるっていう方も、私は一切そういうことがないって方もいると思うんですけど、こういう季節柄ちょっと怖い話で盛り上がってみようかなと思いました。はい、この、原ゆかストマックパトロールオフィシャルチャンネルでは、チャンネル登録高評価お待ちしております。食べたりたまに旅したり、旅はねちょっとコロナなんであんまり行けてないんですけど、とにかく食べたりあと何したりかな、一応たまには音楽活動のことも交えつつ進めておりますので、基本ゆるくまったり過激なことはしないチャンネルです。刺激が欲しい方には物足りないかもしれないけど、平和に平坦に過ごしたい方にはとてもおすすめのチャンネルです。はい、私は作詞家としてお仕事をしております。最近のお仕事ですと、デボノズ製作所さんのカプリオの最悪とうつしおの戦姫キリエ編が7月23日に発売されました。こちらの主題歌カプリオ戦歌を私原ゆかが作詞担当しております。はい、歌はあゆみワンの社長でもあるあゆみさんです。あとは7月30日発売ネクストンさんの、鈴栗かりんちゃん星読みの新作エンディング曲迷宮わなわなパーティー、こちらの作詞を担当してます。歌は同じくあゆみさん。そして挿入歌のコンストレーションオラクル星座の新作、こちらも作詞を担当してます。歌は榊原ゆいさんです。ということでいろんな歌詞も書きつついろんなものを食べて平和に生きていきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。ストマックパトロール原ゆかでした。バイバイ。野菜はね5回ぐらいおかわりします。美味しかったです。みんな行ってみてください。バイバイ。